皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回もですね、将棋大津で実況対局の方やっていきますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、早速対局の方やっていきたいと思います。今回はですね、10分切れ負けでやっていきたいと思います。音声読み上げを加藤一二三九段に設定してあります。あなたが先手です。はい、私先手ですね。で、三段の方で、右四間飛車が得意戦法ということですね。2六歩でちょっと居飛車で行ってみます、今回は。これはあれですね、2六歩に8四歩スタートだったので、相掛かりですね。ちょっと相掛かりいってみましょう。今回、最近ですね、プロの公式戦では飛車先の今、歩交換ですね。この歩交換をする手をね、後に回す指し方が多いんですが、今回ちょっとあえてね、早めに交換して、ちょっとやってみたい作戦があるので、それをやってみたいと思います。はい。今はね、これ実は私がやろうとしてるのは、でもちょっと阻止されちゃいました。私これね、ひねり飛車を今やろうかなと思っていたんですが、7四歩が早いんでね、これはひねり飛車できない形になりました。このね、7四歩から7三銀っていうのが、近年非常にね、流行している指し方ですね。後手番でそうですね、早めに銀を繰り出して角頭を狙っていくと。そうですね、これどうやっていこうかな。3六ついて、これね、2四歩合わせていくとあるんですよね。そうすると乱戦になりますね。同歩同飛車いってみますかね。横歩を取りに行く手です。2四歩と打つとね。それで2三歩なら3四飛車うまくいくかな。2四歩同歩同飛車で3七桂とか飛んでおけば自然になってですね、一番なんですかね、落ち着いた手。私もね、5八玉って上がっているので、この中詰まりって形はそれほどなんていうんですかね、手数かけて王様が硬くなるってわけではないんですよね。なのでそうですね、ちょっと動いてみます。2四歩ってちょっと急戦調にね、横歩を取りに行くような、これなんかはさっき打ったばっかりなのにと思われるかもしれませんけど、これね、3四飛車とね、横歩を取りに行った手です。一つこの6四の銀がポイントですね。この銀がこの先手の銀に比べてね、明らかに繰り出しが早いので、この銀で7五歩同銀からね、角を攻めてこようというのが相手の方の狙いなので、私はね、2四歩同歩としては非常に軽い手ですよね。対抗した感じとしてはね。3七銀から4六銀で出ていけば、銀には銀で対抗なんですけれども、私の方はね、どちらかというと中住まいに構えて、軽いさばきを目指すという。3七にも桂馬を飛ぶようなイメージですね。3七銀4六銀ですと、じっくりね、なんですか、駒を進めていくイメージで、3七桂と飛べばね、場合によっては4五桂という感じで、軽いフットワークで指すようなイメージです。これ2三歩と打てば、3四飛車とね、強く横歩を取ってしまおうというので、ちょっとね、飛車が狭くなるんで、怖いんですけれども、そういうリスクを抱えながらもね、指していくのが相掛かりの魅力だったりしますね。2三歩3四飛車でその飛車をね取りに行くような構想で指す手もあるところです、相手の方は。はい。私の方はね、仮にこの形で万が一ね、飛車を何かで取られたとしても、飛車を打ち込まれるスペースがないのがね、特徴です。大きなね、特徴というか主張ですよね。飛車を仮に万が一取られたとしても、飛車を大手にどっから打たれちゃうとかはないので、もちろんね、飛車を大きな駒損で取られてしまうのは良くないんですけれども、飛車角交換ぐらいでしたら、もちろん飛車をね、場合によっては捨ててしまっても他のところで戦果があればいいよという考え方ですね。で、相手方今ここで長考になってますね。5二飛車ですか。これは難しい手ですね。これは5四歩か5歩で中住まいの王様を狙っていこうということですかね。なるほど。どうしようかな。これは難しい手ですね。ちょっと意表をつかれました。3四飛車と普通に取る手もあるけど、5四歩か5歩を狙ってるので、次は間違いなく5四歩と次いくるんでね、その先のことまで考えておきたいということですね。3七桂と飛ぶと5四歩。2五飛車と1個引く手もありますね。そうすると7三桂でしょうか。それで歩を垂らすと交換してピン。手になりそうな感じでどうなんでしょうかっていう感じですね。ちょっとじゃあ飛車を引いて揺さぶってみますか。これね、面白いです。3四飛車と取る手もあるんですけど、3四飛車と取る形もね、もちろん有力で、その辺のね、もし回戦でできればと思います。飛車引いてこれね、5二飛車を咎めて、次8五飛車とね、回ってしまおうという手と、あと角の頭のね、2四歩と垂らす手と、揺さぶりを、明らかにね、揺さぶってる感じがね、お伝えできるかと思うんですけれども、相掛かりはなんていうんですかね、抑え込まれて負けてしまうことはあるんですけれども、このようにね、飛車角が自由に使えるっていうのがね、一つ魅力ですよね。
まあ少しね相手の方も意表をね突かれたか、まあ私も5にしてはねあんまり想定してなかったんで、2号飛車はまあそれに対応した手になるんですけれども、まあ例えばねこのまま8号飛車とか回る展開になれば、この6四の銀がこう出てっても空振りのような感じになるのお分かりいただけますかね。こうなのでそうですね、そう桂馬で受けてくるんですが、これでそうですね歩を垂らして、これをね、まあ、一応これで、まあ、角交換して銀上がって受けてくるんですかね。まあそれでね多分2二銀という受け方だと思うんですが、そうですね、この時に8三に角を打とうと、まあここまで一応私の読み筋なんですけれども、そうですね、これで馬を作っておいて、まあ今ね2四歩と打つことで相手の方から角を交換させて、まあこれ飛車引くし難しいので2七に引いておきましょう。で、8三角と打ってね7三桂と飛んだことでまあ、受けにくいだろうということですね。さあで5四歩ですか、やっぱりこれね、玉頭をね攻めてこようということですね。難しいですねこれ。まあ4六ついて4五桂を防ぎます。まあで5五歩でしょう。さあそうですね、これでどうするかですね。まあ次6五銀と出てねこの玉頭を狙ってくるのが目に見えているので、まあ6六歩と突くか7七桂と飛ぶかの2択といった感じですね。どっちがいいですかね。6六歩はちょっと小瓶が開くんでね、まあ、あとは馬をじっと引いとく手もあるんですけど、まあ桂馬にしておきますか。これは6五銀という形を防いでね。で先ほどね2七に飛車を引いたのはこの時に玉頭をね防いでいるのをお分かりいただけますかね。飛車がこう、引いてね。なので、まあ、2七飛車というのは、まあ、後々来る5筋の攻めに備えた引き場所だったということですね。ちょっと中途半端な場所に見えますけどね。はい。いやでもこれ難しいですね。私の方もちょっとこれあんまりね味のいい形じゃない、馬ができたのは大きいんですけど、この王様のねこう首が開いてるのがね、例えば3五歩とかこう桂頭を攻めたいんですけど、桂頭を攻めるとこう角持ってるんでね3六角と打たれちゃうんで、あとこの8八の銀も壁銀なんでね、そんなにこうなんていうんですかね、まあ味のいい、いわゆる味のいい形じゃない、ちょっと味が悪い格好とも言えるんですね。この8八の銀がちょっと使いにくいですし、まあただ馬ができてるんでね、この馬が私としては主張ですね。まあこの2筋のところもこう拠点ができてるんですけど、現状ですとね私も歩しか持ってないんで2三に何か打ち込んでいくような手がないのでね、まあ次私の番が来たらまあ4七銀と上がったりね、6八玉と打ったり、ちょっと玉の周りに手を入れたいとこですね。この状態でね繰り返しなんですけど3五歩行くと3六角があるんでね、やっぱりそこに角打ってくるのはね狙いなんですよね。そうそう、これが嫌なとこだったんですよ。さてこれどうしますかね。王様を寄って軽く受けるのがいいか、銀を上がって、これはねなるほどの手ですね。なるほどなるほど。まあ3六角の王手飛車を、直接的には狙ってるんでそれを受けたいと。まあ銀はとりあえず上がりますか。銀上がるか馬を引くかで、まあ7六角と出て、多分その後この私のね桂頭を狙ってこようということですね。銀上がって角出て歩をついて角引いて飛車を引く。7分。どうやるのがいいかな。銀を引く、銀上がる、王様は寄る、馬を引く、どっちがいいですかね。まあ銀上がってますか。馬を引く手もありますね。難しいとこです。銀上がりますか。これだと7六角だと思うんですが、それでねまた角を引いて7六歩という感じで桂頭を狙おうってことだと思うんですけどね。あ、桂頭でした。ちょっと違いましたね。なるほど。これは桂馬を取ると3五桂と打つ手を狙ってるということですね。まあそれを打たしちゃう手もあるな。なるほどね。いやこれは桂馬を取って3五桂と打ってしまおうということですね。なるほど。いやちょっとやっぱりね味の悪い形というのはこういうことですよね。飛車を引く、なるほどね、難しいですね。飛車を引く、まあちょっとね丁寧に受けないと私のも危ないですね。これはね飛車を引いてきますか。これはねこれは受け間違えると結構危ない形です。玉頭にねかなり駒が集中してるんで、私も馬ができてるんでちょっと丁寧に受けることが必要ですね。また逆に言うとこれ進歩しておけばですね、こう角が生角と、まあ生角って言い方ちょっとあれですかね、角がなってない角と、まあ馬なのでなんていうんですかね、私の方がこう馬の分だけね優勢になりそうなんですよね。で今ね飛車を引いたのはこう桂馬を取った後で3五桂とね打ってくる両取りがあったので、そうですね。でこれでまあ我慢しておこうとしてで、どうしてですとね、桂馬を取って3五桂があったので飛車を寄って我慢ですね。
まあでもここね6五角とか暴れてくると思うんですけど、そうですよね。さてまあこれでどうするかですね。馬寄って、そうですね、馬を寄りますか。これ同馬ですとね、同銀でなんていうんですか、私の方の主張である、まあ、馬というのは消えてしまうので、馬を寄ってね、なんとかこの次にねこの角をいじめる展開にしたいですね。まあこの瞬間怖いです。この瞬間とにかく怖いですね。飛車と玉がこう近い状態ですし、まあちょっとね玉の頭も薄いんで怖いんですけども、まあここをなんとか乗り切ればという感じです。金が上がってきましたか。これはどうしますかね。馬を縦に引くか。まあこの金がね上がらせることによって、まあ相手のね玉形が弱まるのでね、どうしようかな。馬を引く。角引いていきますかね。これ難しいです。6六馬もあったところです。どちらもあったところですね。なるほど。これはまあでも馬を引いて、まあこれね、飛車で馬切られるの怖いんですけど、相手の方の王様もこれねもう居玉で露出してますから、例えばまあ8六飛車同歩6九角みたいな手ってあるんですけど、この展開ですとね同玉で金取られても玉寄っておけば、むしろ相手の方のねこの5一の玉がこう8一飛車ですぐね王手かかるような格好なんで、ちょっと無理でしょうね。まあもちろん勝負してくる可能性はありますね。この瞬間に勝負しないと繰り返しになる。すごい手ですね。4五桂ですか。これは同歩だと4六に桂馬を打とうということですか。これは金上がる、ちょっと待ってね、金上がると2六桂でやってますね今ね。その手拍子でやるとね大変なことになっちゃうので、同歩だと4六桂と打つということですね。まだこの桂跳ね自体が何でもないといえば何でもない。銀が上がるとどうなるんですかね。ここ切って取って同歩4六桂同銀角取って同金って感じもありますけど、ちょっと危ないですかね。すごい手ですね。4五桂どうしようかな。銀上がると、4八金は2六桂と打とうということでしょうか。で3九飛車2八歩成。銀上がるとあと何分？5分です。銀上がってね、一番怖いのは切ってくる手なんですよね。それで大丈夫かどうか。まあ相手の方の王様一ついんでね、銀上がって勝負しますか。これはねいよいよ決戦ですね。こうやると多分収まらないです。多分切ってくるんですよね。それでどうなるか。全然違いました。桂成りですか。これはどういう狙いでしょうか。同銀だと銀で取ってみますか。今ね4七角ないか殺到してこられるかなと思ったんですけど、5七桂成りでしたね。ちょっと意外な手でした。まあこれでね銀で玉頭を守って、さあそうですね、いよいよ来ましたね。飛車を切って、これが一番怖いんですよ。ただ繰り返しなんですけど、金がね7三金と上がらしてるんで、相手の方の王様が5一でね、まあ玉なのでね飛車を手にして8一飛車7一飛車という手が厳しい反撃になるので、まあここをなんとかねしのげればですね。で多分6九角、そうですね。さあこれ迷いますね。先ほどねすぐやられる方が実は嫌だったんですけどね。これ王様逃げて大丈夫なら逃げたいな。王様的に打ってくれたら危ないですかね。受けるのが一番手堅いかな。そうですね、受けるのが一番手堅いでしょうか。まあこれね5七桂成を入れずにねこれをやられた方が嫌だったんですね。これ5七桂成同銀がなければ歩が打てなかったんで、これでまあ私の方で待望の飛車打ちでね、これがきついんですよね。次6七馬とね引いてくる手はあるんですが、さあこれでどうしますかね。5四桂と直接王手して寄るかどうか。桂馬で王手して角を打って4五桂というのが一番あれですかね。良さそうかな。そうですね、4五桂と縛りましょう。まあこれはね5一角と王手していく手あるんですけれども、まあ王様をこう包むように寄せる。まあ飛車がこう下段に効いているので、上部のね3三と5三を防ぐということですね。で角を打って、これは筋に入ったような気がしますね。でこれ角切る手があるんですよ。同銀ですとね5三金で詰みです。で私の方でちょうどこの銀がここにいるんでね、こう取られてもパラ現状大丈夫。まあ寄るのがいいかな。すいません、金を取れたんでね、まあこう取り込みちょっと怖いですけど、どちらがいいかな。同銀と取っちゃう手もあるし、玉寄る手もあるし、同銀で金で玉寄る、取っちゃいますか。玉寄る手もありました。3七玉ね。まあどちらがいいか。5六に打たれるの怖いんですけど、玉を寄っていけばね、まだまだこちら側に1筋方面が余裕があるのでね、まあもちろん一手違いの終盤戦です。これでもね、はい。
ね4一飛車成という手が狙いです。次ね、はい、4一飛車成とか、まあ4四歩とかですね。あ、桂馬の王手ですか。まあこれはどうですかね。まあそうですね、まあ王様を移動させて銀を取っとくことですね。どっちがいいかな。歩を取るのと王様を上にかわすの。まあ歩を取りますか、自然にね。まあ2六玉というのも受けの形です。で銀を取ってってことですよね。さあこれで私のターンが来て、さてですね、いよいよ予選に入りたいところです。飛車を成ると歩は今飛車を成りますか、一回。そうですね、これがまあ一応一間竜という形の王手になります。でね、相手の方から銀2枚と桂なんで、私の差はねまだ詰まないんですよね。馬が利いてるんでね。なので詰めろをかけていけば勝てそうな感じですね。で歩合いをした時に3五桂から詰むと一番まあ分かりやすいですね。桂馬打って同歩に3四金、同玉3二竜で銀を打って取り込んで、どうだろう。なんだ穴がね、大概ね、大体積んでるんですけどね大体積んでるんですけど、ちょっと言ってみますかね。桂馬を打って大体詰みの格好です。はい。まあ王様上がると金だ、そうですね、王様上がる、あ、そう4五歩打てばいいですね。歩持ってましたね。それ4五歩と打てば詰みそうです。なので同歩と取って3四金と打って、まあ玉寄れば、そうですね、玉寄りだと竜を切って、これは詰みですね。比較的安易な。まあ同歩3四金で詰んでましたかね。はい。これで金を切れば馬がねここに利いてるんで、これは詰み筋に入りました。ありがとうございました。ビクトリー。ビクトリーですね。はい、ありがとうございました。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回ね戦型が相掛かりということで、まあ実はね私としてはひねり飛車をねちょっと採用したかったんですよね。まあ、ひねり飛車っていうのは相掛かりからこう形をね変えていく指し方なんですけれどもね、コメント欄で、ひねり飛車を見てみたいですというねご意見いただいてたんでね、ちょっとひねり飛車をちょっと採用したかったんですが、まあ相手がやっぱりね将棋は相手がいることで、今回相手の方がねこうひねり飛車を封じるような、指し方をね、取られたんでね、狙いとは違った将棋になっていったんですけれどもね。まあ中盤私の方がねやっぱり受け、相手の方の攻めという展開が長く続いたんでね、非常に難しい将棋だったと思います。こちらの方ね解説編で解説していきますので、そちらの方もぜひゆっくりご覧いただければなと思っております。この動画が良かったらという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。それではまた、さよなら。